おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、質問&リクエストコーナーに、2、3質問が来てましたので、そちらから、1点取り上げたいと思います。テイラーのネックジョイントはボルト締めですが、トルク管理もしていないようです。接着剤に比べてボディとの密着性が良くないと思いますが、お考えを聞かせてください。ダブテールジョイントと、ボルトジョイントの違いですよね。これはですね、まずこの質問をいただいたときに、しばらく頭の中で今まで考えてました。で、しばらく考えたんですけれど、はっきりとした結論が出ないというのが結論です。今のところの結論です。で、ただし、修理のしやすさといいますか、特にネックリセットが必要になった時の便利さはもう圧倒的にボルトジョイントの方が上ですね。なので、ちょっと今回の動画はですね、どっちが勝ってるとか、どっちがダメだとかっていうのは、言えません。私もわかりません。まずはじめに、私がアコースティックギターの中で一番好きなメーカー、精度も良くてサウンドも抜群に良いっていうふうに思ってるメーカー、それはどこかって言いますと、コリングスです。で、コリングスはボルトジョイントなんですよ。なので、ボルトジョイントの楽器が音が良くないかって言われると、そうではないと思うんですよね。で、特にアコースティックギターの場合は、ボディの方でトップの厚みですとか、ブレーシングの構造だとか、そっちの部分でサウンドをほぼ決めてるんですよね。ネックとボディっていうのは、ひとまずあそこのジョイントの部分でこうがっちり止まってさえいれば問題はないと思ってます。で、ご質問にあったトルク管理もしていないようですがっていうふうに書いてあるんですけれど、ギターの場合は木材でできてますので、トルク管理をしたところで、あまり意味がありません。テイラーとかお預かりした時に、ほぼ半数近くはボルトが緩んでます。結構緩んでるんですね、あそこ。で、それはなぜかって言いますと、木材ってこう収縮するじゃないですか。経年変化とかで。まあもちろん水分を含んで場所によっては膨張するなんてこともありますけれど、そういう変化が起きる部分なので、そこにこうトルク管理をしたところで全然意味がないんですよね。で、一番わかりやすいのはペグです。ペグの取り付け。ロトマチックタイプとかのペグは全体調整とかでお預かりするじゃないですか。ほぼ7割、8割ぐらいがあそこ緩んでます。で、それはなぜかって言いますと、最初こう製造された時にはしっかり締まってるんですけれど、そのヘッド自体の木材もこう収縮してくるので、ごくわずかに薄くなるんですよね。収縮してくるので、その分、ボルトがこう緩んでくるっていうことです。弦の振動でボルトが緩むと考える方もいらっしゃると思うんですが、そうではないですね。一回こう持ち込まれてきて締め付けたものに関しては、次に例えば数年後にお預かりして、同じ楽器をお預かりしてこうチェックした時に全然緩んでないことが多々あるので、楽器屋さんで働いてた時からの経験もそうなんですけれど、こう仕入れてきて、最初はしっかり止まってますよね。だけれど1年在庫してたものとか2年在庫してたものとかっていうのは、その時にまたチェックしてみると緩んでることが結構あったんですよ。店頭にずっと吊るしてあったものなので、弦の振動は全然してないんですよね。にもかかわらず、なぜじゃあそのボルトが緩んだかってことですね。で、結局木材の変化が原因でそういうふうに緩みが起こるということです。なので、トルク管理はあまり意味がありません。では、ダブテールジョイントのメリット。ダブテールジョイントのメリット。伝統ですかね。マーチンなりギブソンなりが、それこそ歴史あるメーカーが大昔から、採用していた木
工技術ですよね。組み合わせ方っていうんですか。あれ非常によく考えられた方法だと私は思います。ダブテールジョイントって接着剤でしっかりくっついてるように見えるんですけれど、実際に接着されてる部分っていうのは結構面積少ないんですよね。確かに精度よく作られてるダブテールジョイントであれば、ボルトジョイントに比べるとその密着している部分の面積で言えばダブテールジョイントの方が上なのかもしれないんですが、テイラーにしろコリングスにしろすごく加工精度が良いので、密着している部分こそ違えどほぼ五分五分なのかなっていう気はします。ネックリセットとかのことを考えると、その部分に関して言うとダブテールジョイントは不便かなっていう気はします。せっかくなのでボルトジョイントを採用しているメーカーを羅列していきますと、まずテイラー、それからコリングス、オベーション。オベーションは、年代によってボルトだったり接着だったりっていうのがありますね。で、それからカナダのメーカーでサイモン&パトリック。それと私が前関わってた、ブリードラブギターもそうですね。みんなこれボルトジョイントなんですけれど、ボルトジョイントっていう方式がダメかって言われると、これだけ多くのメーカーが採用していて、オベーションもそうですし、コリングスもそうですし、テイラーもそうですけれど、非常にいいサウンドがするじゃないですか。そのことから考えても別にデメリットはないと思うんですよね。むしろネックリセットとかそういうことを考えればメリットの方が大きいと思うんですよ。エレキギターもそうですけれど、じゃあセットネックのギターがいいかっていうと、ボルトジョイントでも素晴らしいいい音がするギターっていうのはいっぱいたくさんありますので、その部分からしてもある程度のちゃんとした精度で密着さえしていれば、ボルトであろうと接着であろうとあまり大きな違いはないと私は考えます。とこんな感じなんですけれど、そうですね、あえて結論を言うとすれば、ちゃんとした精度が出ているものであれば、どちらも優劣はないと今の時点では私は考えます。で、ボルトジョイントのものに関しては、経験上買ってから数年経った時点で、ボルトを隠すシールは剥がれちゃうことになるんですけれど、必ず増し締めをした方がいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こんな回答になってすいません。私も、あえてそう聞かれると、どっちが優劣があるのかなっていうふうに考え込んでしまった、という感じです。ボルトジョイントの各メーカーの仕組みについては別の動画として、アップしたいと思いますので、そちらも参考にしてみてください。以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。